皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でポッドキャストをお届けします。皆さん、お元気ですか？今日のテーマは、成長を感じられない時にすること。はい。そういうお話をしていきたいと思います。皆さんは日本語をね、勉強していると思います。で、日本語をね、勉強をしていると、やっぱり思ったように成長が感じられなくて、勉強をしている意味ってあるのかなとか、これだけ努力しているのに、どうして思うように成長できないんだろうって悩んでしまう時ってあると思います。私も英語を勉強している時、すごく悩んだ時がありました。毎日毎日努力をして、単語を覚えて、リスニングも頑張って、文章も書いて、話して、たくさん練習しているはずなのに、いつまで経っても言いたいことがうまく言えないし、ネイティブの言っていることが理解できないし、すごく悩んだ時がありました。すごく悲しくて、なんで私の英語はこんなにいつまで経ってもダメなんだろうって、努力をする意味ってあるのかなって、すごく悩んだことがありました。でもやっぱり諦めずに努力を続けた結果、それなりには話せるようにはなったし、読めるようにもなったし、聞けるようにもなりました。でもね、やっぱりネイティブのようにはいつまでもなれないんですけど、それでも悩んでいた頃と比べたら成長はできたかなと思っています。でね、今振り返ってみて思うのは、そもそも成長ってなんだろうっていう、そこですよね。そもそもどうすれば自分が成長を感じられるのか、自分の成長に満足できるのか、自分は何を成長だと思っているのか、それをね、明確にすることがとっても大切なんじゃないかなと私は思いました。はい。ということで、今回は成長ってそもそも何なのか、どうすれば成長したって言えるのか、どうすれば前向きに勉強を続けられるのか、勉強じゃなくても努力をね、続けられるのか、そういうお話をしていこうかなと思います。はい。ということで、成長ってそもそも何だろうっていうお話ですね。成長っていうのは、できないことができるようになることだと私は思います。例えば、わかりやすい例で言うと、JLPT の問題ですよね。JLPT の問題を解いたときに、わからない問題がありました。わからない問題の答えを見て、理解して覚えます。それをしてからもう一度問題を解いたときにわかるようになりました。それはきっと成長って言えますよね。でも例えば1週間後にまた同じ問題を解いたら忘れてしまっていました。そしたらそれはきっと本当の成長とは言えないですよね。だからこれは私の意見ですが、成長のために必要なのは繰り返し自分の脳に覚えさせることだと思うんですね。そしてその結果、努力をせずにできるようになること。それが成長した姿なんじゃないかなと私は思います。だから成長をするために大切なことっていうのは、自分のレベルよりもちょっと上のことにチャレンジすることだと思います。自分のレベルのものばかりやっていると、自分の成長は感じられないですよね。自分はもうできるんだなって感じちゃったりとか。これはね、リーディングも、リスニングも、スピーキングも、全部そうかなと思います。自分のレベルのものばかりやってると、もうずっとそのレベルのものしか聞けないし、読めないし、話せないですよね。でも、できない、わからない。そういうね、課題が見えた時に、それをできるようになるために努力をしますよね。成長には、そういうね、できないことをできるようになる。そういう努力が必要なんじゃないかなと思います。そうやって人は成長していくんだと思うんですね。だから一度やったことももう一度振り返って、本当に自分はそれをものにできているかを確認します。完全にできるようになって、努力をしなくても自然とできる。そういう状態になることをものにするって言います。マスターすることですね。
ただね、言語って難しいのは、勉強をしたこと、学んだこと、できるようになったこと。それを現実で使い回しができるとは限らないですよね。JLPT の問題を、例えば完璧にできるようになっても、日常会話でもしかしたら、その単語って使わないかもしれないし、文法をね、使う機会はなかなか来ないかもしれないですよね。そうすると成長しているのかなってわからなくなる時もあると思います。JLPT で勉強していないことが現実世界であって、現実世界では JLPT で勉強していない単語とか文法とかも出てきますよね。そうするとまた、せっかく勉強したのにまだ知らないことがたくさんあるって思っちゃうこともあると思います。うん。でもね、それを一つずつできるようになっていく。それができるようになった気になるだけじゃなくて、ちゃんと一つずつ自分のものにしていく。それが大切なんじゃないかなと思います。時間はかかると思いますが、そうやって小さい成長を実感できるように、たまには振り返って自分ができるようになったことも自覚する。そういうことをしていけばいいんじゃないかなと思います。はい、今日は成長をするってどういうことっていうテーマでお話をしました。と言われてもね、やっぱり、言語って本当に終わりがないというか、教科書で勉強できることばかりじゃないし、ネイティブと話していれば、新しい表現とか言葉っていくらでも出てくると思うんですね。でも、そのわからないっていうことを辛いこととか悲しいことだと思わずに、新しいことが学べるんだって思うようにしていくこと。それが大切かなと思います。あとね、皆さんやってるのかなと思うんですが、ノートを作ること。今日学んだ新しい単語とか表現をノートに書いて記録していく。それを日付ごとにやっていく。日記じゃないですけど、毎日毎日新しく学んだ単語、表現を書き出していくと、自分がね、できるようになったものを見ることができますよね。目で見ることができます。そうすると、例えば1ヶ月前のページを見れば、先月はこの単語がわからなかったんだ。この表現ができなかったんだ。でも、今はできるぞって自分の成長を見てね、理解することができますよね。そうするともしかすると、モチベーションになったりとかするかもしれません。ぜひね、やってみてほしいなと思います。こういう動画が面白いなと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録で応援をお願いします。コメントも待ってます。台本が読みたい方は、ぜひ私のパトレオンをチェックしてみてください。概要欄に URL を貼っています。最後まで見てくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。